ショートよりもロングの方が楽だなと思ってたんですけど。皆さんお疲れ様です。日本語チューターのかなです。この動画は会話を聞きながら文型、ニュアンス表現、つなぎ言葉、相づち、音の5つのポイントから解説、練習をします。初級の文型の自然な使い方、日本語ネイティブスピーカーが普段よく使う表現を楽しく学んで、聞き取る力と自然に話す力をぐんとレベルアップさせちゃいましょう。まずは翻訳なしでよく聞いてみてください。この会話では私がショートヘアにしようと思った理由について話しています。前回はいやもう縛れるし、結局美容室行けないから、ショートよりもロングの方が楽だなと思ってたんですけど、でもやっぱり香水でぎっしぎしなので縛れるけどっていう、そう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 。前回はいやもう縛れるし、結局美容室行けないから、ショートよりもロングの方が楽だなと思ってたんですけど、A よりも B の方が何々という文型が出てきました。ショートよりもロングの方が楽。A と B を比べて B がもっと何々というとき使いますね。A より B の方がと勉強したけど、よりもは何か違いがありますか？いえ、意味の違いはないです。ただ、A と比べて B がもっと少し強調している感じがあると思います。他の例を見てみましょう。先週よりも今週の方が忙しかったです。言ってみましょう。先週よりも今週の方が忙しかったです。いいですね。二つ目の例文です。都会よりも田舎の方が落ち着くんだよね。言ってみましょう。都会よりも田舎の方が落ち着くんだよね。いいですね。じゃあ会話に戻って、ショートよりもロングの方が楽だなと思ってたんですけど、でもやっぱり香水でぎっしぎしなので縛れるけどっていう、そう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 。ここでつなぎ言葉の普通形プラスなーが出てきました。独り言のように自分の気持ちを言うときに使いますね。例えば、うわー今日暑いなー。言ってみましょう。うわー今日暑いなー。いいですね。もう一つ、早くまた日本に行けたらいいなーと思ってます。言ってみましょう。早くまた日本に行けたらいいなと思ってます。いいですね。じゃあ、また会話に戻って、ショートよりもロングの方が楽だなと思ってたんですけど、でもやっぱり香水でぎっしぎしなので縛れるけどっていう、そう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 。ショートよりもロングの方が楽だなと思ってたんですけど、思ってたんですけど、これ思っていたのいは言ってないですよね。例えば、思っているは思ってる。思っていたは思ってた。思っていては思っててになります。じゃあ言ってみてください。思ってるんですけど、思ってたんですけど、思ってて、いいですね。自然になりました。じゃあ次に同じ会話の部分を美容師さんの相槌に注目して聞いてみてください。今回はいやもう縛れるし、結局美容室行けないから、ショートよりもロングの方が楽だなと思ってたんですけど、どんな相槌を打ってましたか？縛れるし、結局美容室行けないから、ショートよりもロングの方が楽だなと思ってたんですけど、うんうん
とかはいと言ってましたね。相手の話をちゃんと聞いてるよというサインとして、少しカジュアルな相槌、うんうんと丁寧な相槌、はいをミックスして使っていました。仕事のフォーマルな場面で、例えば上司の話をうんうんと聞いてしまうと少しカジュアルすぎると感じる人もいるので、はいを使うのがおすすめですけど、特に美容室は丁寧だけどフレンドリーな感じのお店が多いので、少しカジュアルなおしゃべりの時などはお客さんも美容師さんもこういう相槌をすることが多いです。じゃあこの会話部分の文の構成を見てみましょう。前回はいやもう縛れるし、縛れるし、理由一つ目ですね。しを使ってるので、理由が一つじゃないのかな、もっとたくさんあるのかなということがわかります。結局美容室行けないから、美容室行けないから、理由二つ目。何々からを使っているので、はっきりこの二つが理由なんだなとわかります。ショートよりもロングの方が楽だなと思ってたんですけど、ロングの方が楽だ。結論ですね。上の2つの理由はどうしてこう思ったか説明しています。と思ってたんですけど、日本語で逆説と言います。けどと言ってるので、前に言ってたことと反対のことをこの後言うんだなぁとわかります。じゃあ、この文をシャドーイングしてみましょう。まずはゆっくりのスピードで。前回はいやーもう縛れるし、結局美容室行けないから、ショートよりもロングの方が楽だなぁと思ってたんですけど、次は普通のスピードで。前回はいやーもう縛れるし、結局美容室行けないから、ショートよりもロングの方が楽だなぁと思ってたんですけど、じゃあ映像でもう一度。前回はいやもう縛れるし、結局美容室行けないから、ショートよりもロングの方が楽だなと思ってたんですけど、どうでしたか？じゃあこの後にどうしてショートにしようと思ったか私が話しているので聞いてみてください。楽だなと思ってたんですけど、でもやっぱり香水でぎっしぎしなので縛れるけどっていう、そう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 。つなぎ言葉でもやっぱりが出てきました。やっぱりは分かっていたけど予想通り思っていた通り何々だった。こういう時やっぱりという表現を使いますね。やっぱりの使い方はいろいろありますが、ここでの使い方と同じ例文を見てみましょう。夏の北海道は綺麗だよって友達に聞いてたんですけど、やっぱり本当に綺麗ですね。行ってみましょう。夏の北海道は綺麗だよって友達に聞いてたんですけど、やっぱり本当に綺麗ですね。いいですね。楽だなと思ってたんですけど、でもやっぱり香水でぎっしぎしなので。ぎっしぎし。これオノマトペですね。どんな意味か想像できますか？実はいくつか使い方があって、一つは音を表すときに使います。例えば、古い家なので床がギシギシ言う。こういう音のことですね。もう一つの使い方。髪の毛が乾燥していてダメージがあるときにスムーズに指が通らない状態を一言で表しています。よくその状態を強調するときにこのオノマトペの言葉の間に小さい「つ」を入れてギシギシ、ギッシギシ、ガチガチ、ガッチガチ、バキバキ、バッキバキと言います。ちょっと音が面白いですよね。じゃあ例文を一緒に言ってみましょう。ドライヤーとアイロンの使いすぎで髪がギッシギシになっちゃって
面接でガッチガチに緊張しちゃってさ。一日中机に座ってたから体バッキバキだわ。いいですね。じゃあ会話に戻って、美容師さんが言った後に私がしている相槌を聞いてみてください。けど、でもやっぱり香水でギシギシなので縛れるけどっていう、そう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 。そう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 。これは皆さん聞いたことありますよね。私もいつも言ってます。ちょっとうるさいくらい言っちゃうんですけど、そう一回じゃ足りないっていう時、その通りっていう強い共感を表したい時、そうを何回も言います。カジュアルな相槌なので、仕事などのフォーマルな場面だったら、はい、本当にそうですよね。いや、本当にその通りです。とか、他にも言えるフレーズがたくさんあります。私が今から何か言うので、皆さん、そう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 と言ってください。日本語で一番難しいのって、細かいニュアンスを理解することだよね。いいですね。はい、セクション1はここまでです。お疲れ様でした。5つのポイントをすべて学びましたね。それでは最後にもう一度字幕なしで映像を見てみましょう。最初に聞いた時よりも言葉の一つ一つがはっきり聞こえるようになっていると思います。どうぞ。前回はいやもう縛れるし、結局美容室行けないから、ショートよりもロングの方が楽だなと思ってたんですけど、でもやっぱり香水でギシギシなので縛れるけどっていう、そう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 。どうでしたか？もしまだ聞き取れない部分があるなという方は、次はぜひ日本語字幕をオンにしてもう一度見てみてくださいね。メンバーシップの鬼まとぺコースでは後半のセクション2を解説練習します。後半は美容師さんが冬に髪を短くする人が多い理由を教えてくれています。まだまだネイティブスピーカーがよく使う面白い表現が出てくるのでお楽しみに。カナマトペの全部の動画のスクリプトメンバーシップで公開しています。もっと深く学びたい人はぜひチェックしてみてください。それではいってらっしゃい。